エモエモ。こんにちは、えもこです。今回は激安お絵描きタブレットレイトレックタブ8インチモデルをレビューします。最近 iPad が大幅に値上げされて Apple Pencil が約2万円の高級ペンになってしまったのですが、この製品はパソコン、タッチペン、お絵描きソフトが全部セットになって、なんと Apple Pencil 1本とほぼ同じ 19,990 円で売られていたので、デジタルで絵を描いてみたいけど iPad が値上がりして困っている人の救世主になるのではというわけでレビュー用に購入してみました。先日画面の大きな10インチモデルもレビューしたのですが、この製品は画面が8インチしかないので、画面が小さくて使いにくくないかなど実際にお絵描きして詳しくレビューしてみたいと思います。それでは早速開封していきましょう。付属品は説明書、クリップスタジオのシリアルコード、タブレット本体、タッチペンに充電用の電源アダプターが入っていました。この製品は通常版とエシさんとのコラボ版があって、どちらも価格が一緒なのでコラボ版の方を買ってみましたが、エシさんのポストカードやシールなどの特典もついていました。この製品は日本のサードウェーブという会社が出しているので、ちゃんと日本語の説明書と1年保証がついています。画面サイズは8インチでタブレットの中では小さい方なので片手でも持てるのですが、重さが 434g で iPhone2 台分ぐらいの重さがあるので、片手持ちで長時間のお絵描きは難しそうです。本体の見た目や質感はもともとが5万円くらいの製品なのでとてもいいと思います。縁のところが白くて可愛いです。画面の保護フィルムが最初から貼られているのも嬉しいです。右側に電源ボタンと音量調整ボタン、下側に USB-C ポートが1つついていますが、 USB-C は充電ケーブルを挿すと埋まってしまうので、ウェブカメラなどの周辺機器を使いたいときは別売りの USB-C ハブが必要です。本体のストレージは 128GB で一番安い iPad の2倍あるので、たくさんイラストを描いてもすぐに容量不足にはならないと思います。もし容量が足りなくなってもマイクロ SD カードを挿せば後から容量を増やせるので安心です。ロック解除は指紋認証でカメラはついていません。スタイラスペンはワコム製デジタイザーで筆圧が4096回調、傾き検知付きの充電不要ペンになります。 Apple Pencil のようにバッテリーが入っていない分軽くて使いやすそうです。ペン先を保護するキャップ付きで、ペンの頭に転がり防止の小さな出っ張りがついています。ペン先が交換できるタイプなので、ペン先が消耗しても新品に交換できるのは嬉しいです。ペンを強く押さえるとペン先が折れないように奥に引っ込むので、普通のタッチペンに慣れている人は戸惑うかもしれませんが、慣れれば気にならないと思います。この製品はワコムフィールイットテクノロジーズのペンに対応しているので、自分好みのペンに買い替えてもいいと思います。私は鉛筆風のペンを持っていますが、鉛筆用のグリップが使えて持ちやすいので気に入っています。それでは実際に使ってみたいと思います。初めて起動すると初期設定の画面になるので Wi-Fi やユーザー名などを設定します。途中で OS を Windows 11にアップデートするか聞かれますが、この製品は Windows 10用に作られているので念のためスキップしました。画面の発色は前回レビューした10インチモデルよりも青っぽさが抑えられていてなかなか綺麗だと思います。保護フィルムがアンチグレアタイプなので映り込みが少ない分画面が少し白っぽいですが、表面がサラサラしていてペンの書き味は良さそうです。画面が白っぽいのが気になる人は別売りの光沢フィルムに貼り替えてもいいと思います。デフォルトだと画面がやや暗めなので設定で画面を明るくしてみましたが、 iPad の画面ほど明るくならないので日中の屋外など明るい場所では見づらいかもしれません。家で使う分には特に問題ないと思います。他にも色々とチェックしてみましたが、この製品は価格が安い分中身のパーツに4年くらい前の古いものが使われていたり、ストレージにファイルの読み書きが遅めのものが使われているようなので、高性能なパソコンや iPad と比べるとスリープ解除やお絵描きアプリの起動などに少し時間がかかるのですが、アプリを起動した後は特に問題なく使えました。ネットサーフィンや YouTube も普通に見られます。スピーカーの音質はあまり良くないですが、 iPad Pro についていないヘッドホン端子がついているのは嬉しいです。それでは実際に書いてみたいと思います。
直線を引いたりペンを素早く動かしてみます。普通にサラサラ描けますね。G ペンや鉛筆で線を引くだけなら線が遅れて描かれるような遅延は感じないです。筆圧や傾きもちゃんと認識しています。画面に示唆があってたまにペン先とカーソルがずれて見えますが、上から見る分にはそこまで気にならないです。この製品はワコム製のデジタイザーが使われているので、安物のペンタブにありがちな線がガタガタするジッターがほとんどなく、綺麗な線が引けると思います。Apple Pencil のようにペンを充電しなくてもいいのも嬉しいです。ただ価格が安い分本体の性能が低めなので、処理の重たい筆は少し遅れて線が描かれてしまいます。3D モデルのような重たい処理もカクカクするので、ゲームや動画編集のような重めの作業は厳しそうです。 iPad だとこの辺りも割とサクサク動くので、お絵描き以外のこともしたい人は iPad や高性能なパソコンの方がいいと思います。指のタッチ操作も一応できるのですが、アプリのボタンが小さすぎて指だと押しにくいので、お絵描き以外の操作もペンの方がやりやすいです。バッテリーは4時間くらい持ちますが、長時間使うと本体が熱くなってくるので、机やスタンドに置いて使う方が良さそうです。あとパームリジェクションがたまに誤作動することがあって、お絵描き中に画面に手が当たるとキャンバスが飛ぶことがあるので、画面に手をつけて描きたい人はこのようなお絵描き用の手袋を使うといいと思います。ただ手袋をしてても誤作動することがよくあるので、気になる人は手と画面の間にハンカチなどを挟んだり、 Windows の設定でタッチ操作をオフにすると良さそうです。個体差なのか仕様なのか分かりませんが、 iPad だと手袋なしでもあまり誤作動しないので、この点は少し残念です。画面が小さくて細かい部分を描くときにキャンバスをこまめに拡大縮小しないと描きにくいので、画面の大きな iPad や液タブよりもお絵描きに時間がかかりそうです。なので画面に表示するボタンを少しでも減らしてお絵描きスペースを広げるために、このような左手デバイスを使うのをおすすめします。左手デバイスを使うとよく使う機能をボタン一つで呼び出せるようになって、画面に表示するボタンを減らせるので、画面が小さくてもお絵描きしやすくなると思います。この製品は Windows パソコンなので iPad だと使えない高性能な左手デバイスが使えたり、パソコン用の買い切り版クリップスタジオが使えるのは嬉しいです。試しにイラストを描いてみましたが、こんなに安いのに思ったよりちゃんと描けて驚きました。処理の重たい筆を使うと処理落ちすることはありますが、外出先でちょっとしたアイデアラフを描いたり、お絵描き初心者の入門用と考えれば iPad よりもかなり安く買えるし、個人的にはなかなかいいと思います。同じような価格でペン入力できるパソコンは他にもあるのですが、タッチペンがお絵描き用じゃなくて描きづらかったり、お絵描きソフトがついていなかったりするので、 Apple Pencil 1本とほぼ同じ値段でパソコンとお絵描きソフトとワコム製の書き心地のいいペンが全部揃うのはなかなかコスパが高いと思います。 10.1 インチ以下なのでオフィスモバイルも無料で使えるし、この価格で Windows が機能制限のないプロバージョンなのもすごいです。価格が安い分動作が遅かったり、たまにペンが反応しなかったりするので、その辺が気になる人は iPad や高性能なパソコンの方がいいと思いますが、少しでも安くデジタルでお絵描きしてみたい人には良さそうなので、よかったら参考にしてみてください。今回紹介した製品のリンクは動画の概要欄に書いておきます。在庫がなくなり次第終了してしまうようなので、売り切れていたらごめんなさい。このチャンネルではおすすめのガジェットやお絵描き関連の動画をアップしています。他にも良さそうな製品を見つけたらレビューしてみますので、この動画が参考になったよという方はチャンネル登録や高評価、コメントなどしてもらえると動画を作る励みになるのでよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。